これは軽トラで、わー、なんかお寿司も食べられるよ。なんかでもこれはなんだ、響きのウイスキーも寿司であって、すげえよね。カーボンのシートにカーボンのプレートがあるのがすごいよね。発想量。この色がいい。ホイールもゴールドにこのブルーもなかなか似合う。ワークホイールのエクイプ。かっこいいよ、これは。色もいい。中のカーボンファイバーのシート硬そうだけどな。ケツがめちゃくちゃ痛くなりそうだよね、これ乗ると。ベッドライナーがつけて、これは完璧な軽自動車だよね、程度が。俺のボロい車と比べられないものを、マフラーもいい。こういうマフラー俺の軽トラに欲しいんだよな、サンバに。これいい音が出るんじゃない？これをつけるとなかなかいいよ。東京ナンバー4206969、怪しいよな、なんかナンバーが外。でもかっこいい。こういうところまでこだわって、なんかフォージカーボンのエンジンカバーがついてる。そしてここにもバッテリーカバーの上にアクティの2色デザインのやつもおしゃれ。そして何これ、カルピスなんだこれ。カルピスのこれ燃料タンクじゃなくて、これあれエアサスなのかな、それがシャコタンハイドロなのかな、何のためのタンクなのかは分かんないんだけど、カルピスっぽいよね。これアイスボックスという何と書いてあるのかな、これね。これ読めないよな、なんかロシア語かなんかって書いてあるのかな。程度のいいホンダアクティです。色と全てがめちゃいいと思います。かっこいいアクティです。可愛い車発見。ホンダのところにいます。ホンダの多い中では軽自動車ももちろん目立ってたんだけど、これが目立ちます。これはね、ホンダの 600cc2 キットのエンジンなんだけれども、車自体がこれは何台かがある中ではこれ超程度のいい、もう新車の時から$1444、もう当時の値段です。サンフランシスコに入ってきた車、サンタクルーズカリフォルニアのディーラーで最初に売られた車なんだけれども、グリーンだったのかな、ブルーに後で塗ったかもしれないんだけど、内装が黒だったのはこの車なんですが、一番いいのはこの後ろにあるトレーラーとして改造したこのものです。もう一台の600の頭をそのまま切っちゃって、フランクラスのところでこれをトレーラーとして作られた、改造されたものです。色と全部マッチングさせてこれを引っ張っていってるっていうのはなかなかかっこいいんじゃないですか。後ろも見るとこれは600の頭ね、前の方で、後ろに回ってくるとほらそのままのね、600のケツがある。なんか2台がなんかもう一緒に走ってるような感じにも見える素晴らしいものですね。かっこいいよ。オーナーさんはそっちにいます。今聞いたらなんか全部オリジナルだと言われて、俺でもこれに書いてあるのはグリーンって AZ600 グリーンじゃないかって言ったら違うよ、これはあくまでのサンプルだという、当時のこのままのインボイスだった。値段もそのぐらいでも、ブルーはそのまま最初からのオリジナルもので、やっぱりなんか変わってないっていう感じを見た目からいくと、これに騙されちゃった。 Okay, we cleared that up. On all original blue, beautiful. What do they call this blue from the day? Do you know? No, I honestly don't. You don't know the blue. Cut that part. Blue, Honda Blue. How we go Honda Blue? いい車です。Very nice. Blue all over the place. Yes, you're very blue today. Thank you for sharing your car. Yeah. PAL Blue? はい、色の名前分かりました。このブルーの色の名前はパウル、PAL、パウルブルーという名前です。パウルは友達、友人、なんかフレンドという意味のことなので、フレンドリーな色だという意味なのかな。すごくいいです。
俺にとってこれ懐かしい車です。この形のシビック、1977年、よく自分は子供の時によく走ってたものです。この色ではなかったんですね。黄色が多かった記憶があります。黄色かベージュっぽい、薄いなんか茶色っぽい色がよくあったんだけど、当時本当によく走ってる中ではあんまりかっこいい車だと思わなかった。けれども、今と見て懐かしく思い出すことが多いな。中のデザイン、ダッシュ、シンプルなものと、この上のキャリア、小さくて可愛くて、本当に当時は全くかっこいい一つもなかったものからって今40年後何十年後にこんなに素晴らしいかっこいいこういうアメリカにあった日本車もあったなと思います。たまにものによって時間経たないとそういう良さとかを味わっているところが見えなくなる。多分これもよく分かんないんだけど、アメリカで売れるようにこういうの多分基準があったと思うんだよ。安全基準がこういうのもとだからこういうのをつけた。日本のバージョンにはこのサイドマーカーがついてるのかどうかは分かりませんが、ない方が綺麗に見えるのはアメリカ人の目から見ると、日本人から見るとこういうのがね日本になかったからこそかっこいいっていうのはあるんだよね。それは面白いんだよ。そこがこの色も今時のグリーンなんだけど、なんか昔の色であってもおかしくはないような感じもします。エンジンも面白い。こうダウンドラフトのキャブが1個にチビのこうホンダの1、2これ4キットかのエンジンです。ラジエーターが面白いのはね、こっち側にあるね、真ん中じゃなくて右寄りにあるラジエーターのところがかっこいいと思います。でそれでこのデザインもヘッドカバーとかもすごいかっこいいと思います。黒にグリーンのあれつけて、そしてナンバーもういい車です。当時は本当に何とも思わなかった車になってめちゃくちゃいいと思います。皆さん覚えてます？なんだったっけ、属車バイク乗りのりょうちゃんです。これカリフォルニアレーシング、ツイッターとかうちのチャンネルでは結構見られた動画なんで、りょうちゃん何ヶ月ぶり？半年ぶりかなぐらいになるのかな。だってテキサスに来てもね、会いにもう来なくなったので、何年だよ。いや、りょうちゃんがテキサスにいたっていうのは噂では聞いて、俺連絡ないんだけど俺にってジョーク、アメリカンジョークでアメリカンジョークで頑張ってくださいね。会えて嬉しいです。サムズアップです。ホンダに詳しくないです。あんまり多分日本車の中で一番あんまり詳しく知らないのはホンダなんだけれども、この車最初見たらホンダですかと最初思った。なぜかというとこれすごい86というか RX7 のFC の86の形をしているところがあるんじゃないでしょうか。これを見るとかっこいいです。これでも気に入りました。すごい色がいい。白いホイールにホンダのバッジのロゴが入っているのと、そしてこの形がここから見るとホンダよりもすごい86の部分のところがなんか似てるところありませんか？これを見るとかっこいい。これは1989年だったっけ？1989年のホンダアコードの LXI ハッチバック。すごいなんかかっこいいよね。なんてこれ多分何回も何十台何百台何千台見たことある中ではこの車はなんか特別にすごいかっこよく見える部分もあります。左ハンドルのマニュアル車でおしゃれなハッチバックのホンダです。すごいね、その86に似てるところっていうのはなんかいいよね。かっこいいよこのホンダは。
また俺に言わせると、これはまた懐かしい車です。この車、去年も出てたのかな、これ。30年前、これはホンダのシビック、SBCC、このアコードですよね。色、このフォアドアのデザイン、そして中もオートマのこのダッシュが、俺は若い時によくこう記憶にまだある車なんですよ。ホンダが昔からアメリカでは大人気だった。多分日本車の中でトヨタとホンダがトップだったような気がします。これはもう79年式のこのデザインがバリバリザ・アメリカンだよね。このバンパーがごついバンパー、丸4灯のライト、このグリル、この色かっこいいよね。これはこう日本から来た安く買える燃費のいい乗用車、セダン、フォワードのセダンとしてアメリカで人気だったと思います。俺がこう学校までこういう車でもう連れてってもらったり乗ったのは昔はよくあったと思います。当時もさっき言ったみたいにあまり何とも思わなかった車、普通の車だけど、何十年後になると普通の車がなんか素晴らしいいい車に変わってくるのは俺だけじゃないんだよね。それはすごい、これ見て当時のことを思い出して、なんかいい時だったなって思います。そして超かっこいい、超車庫端のアキュラの NSX、 ホンダ NSX ですよね。黒で車庫端して、この車か去年確かに俺が黒い NSX を借りて乗ってる時に隣に走ってた方の車なのかな。めっちゃの爆音の NSX でいい車だったって、この方の車だったのかわかんないんだけど、 SSR のホイールと黒にはめちゃくちゃ似合ってる。中が白、また渋いよね。これは黒の外装、内装は白でいいな。そして低くて着弾で、これはめっちゃかっこいい NSX だよね。91年式だから最初の初期型のものだと思います。かっけえよこれは。アメリカで大人気なスズキといえばサムライ。ちょっと日本の匂いが残ってる千葉スペシャルスタイルだよな。軽自動車が出たスバルなんだよね。これは日本車旧車集会だから車だけじゃないんですよね。バイク、昔のバイクもあります。